こちら引っ張りました。それの、ちょっと引っ張った後のですね動画なんですけども、もうちょっとですね気持ちあと5ミリぐらい引っ張れたなっていう感じがあるんですけども、でも、下がですね、ここは引っ張ってちぎれたわけじゃないんですけども、下の一部がですね少し裂けちゃいましたので、途中でやめました。それ以上引っ張ってですね、裂けが大きくなったりですね、ちぎれちゃったりしたらですね、大変なことになっちゃうんで、ここで、終了しました。で出具合はですね結構最初に比べたらですね、結構出てますので、バンパーつけて最初はですねこの指がこう入らなかったんですね。このバンパーがこうついてる状態ですけども、今は普通にこう入りますし、出具合も見比べれれば分かりますけど、こっち見てあっち見てこっち見てあっち見てってやってたらあんまり分かんないですよ。こうやって、こう透かしてみたりとかですねすればこう分かるような感じにはなってると思います。で、これがですねこの字型になってまして、でこのベロがですね両方にスポットでこう止まってるような感じになるんですね。で、これを引っ張りたかったんですけども、これ引っ張ろうとしてもですね引っ張るのはいいんですけども、やっぱりへこんでるところとか波打ってるところを叩きながら引っ張らなきゃいけないので、叩けないんですね。これクランプで加えるともうスペースがなくなっちゃうんで、もうこっちからもこう入らないですからね。こっちからも入らないですから、そうすると、これ燃料タンク外してでこれフロア切ってってなっちゃいますので、ちょっと大変ですので、今回はね、これでいいかなっていうことにします。で、強いて言えばそうですよね、もうちょっと下から叩きたかったんですけども、ちょっと裂け始めちゃってますし、あと燃料タンクがこれ邪魔なので、ちょっとね一応こんな感じです。で、一応ここもですね少し鳴らしたんですけども、やっぱり結構へこんでたんですね。ここは私やってないんですけども、多分これ普通でしたらバックパネル交換のレベルなんでしょうけど、多分いつこれぶつけたかわかんないんで、もしかしたらこの部品が生産終了になっちゃってて取り替えられなかった時期にぶつけたのかもしれないですよね。今はニスモ扱いでこのバックパネルが出てるそうですので、部品には困らないと思うんですけど、ただフロアは出てないんでね、純正でちょっと出るかどうかは調べてないんで分かんないんですけど、この、クォーター両サイドとバックパネルはニスモのホームページの方から、部品の値段とかですね見れますので、興味のある方はですね、ニスモのページに飛んでいただいて、見ていただければと思います。これからですね、こっちの作業の方にね、移っていきたいと思います。